はい、どうも、野球好きのニートです。社会人出身の野手って、なんか即戦力だなって印象持ちがちなんですけど、ドラフト会でも、社会人から来た選手って結構いるじゃないですか。あれ、どれくらい活躍するんだろうなって正直思ってしまうんですよ。で、今回ね、取る意味どうなのみたいなのね、気になって調べてみた結果、ドラフト会で社会人野手取る意味、めちゃくちゃあります。むしろね、上位と比べても当たりが多いくらいのかなり美味しいスポットなんで、その理由っていうのをね、今回紹介していきます。ということで、今ね、一覧のエクセルが出たと思うんすけど、これ見てもわかる通り、スタメンで出てる選手もちらほらいて、結構ね、下位からでも試合数1年目からバンバン出てるんですよね。この中でもね、特に活躍したのが、阪神中野選手、日本ハム上川端選手、中日福永選手ね。この3人はね、今もスタメンクラスのね、成績残してるんで、1年目からね、これだけ試合出て、その後にわたっても、レギュラークラスの活躍をしてる、下位の選手、これだけいるわけなんですよね。ちなみにこれ、過去5年間の数字なんで、もっと遡ると、宮崎選手であったりね、首位打者取るような選手もいるんで、やっぱ意外と美味しいですよ、これ。じゃあね、この下位の社会人野手、上位と比べて一体どうなのかっていうのを見てみると、これがね、面白いこと分かったんですよね。まず、直近5年間の、社会人上位野手は、7人いまして、主に小深田選手であったり、渡台選手。この4人が1年目から100試合出まして、平均すると、1年目はね、47試合、149打席で2割5分7厘、ホームラン1本、OPS7 割0分5厘と。じゃあ、社会人下位の場合がどうかというと、12人来て、100打席以上経ったのは6人。平均にすると、50試合、153打席、2割5分、2本。これほぼ変わらないんすよね。この回はめちゃお得。しかもね、300打席以上っていうね、1年目からほぼスタメン取った選手は、回の場合は3人いるんですよね。上位がね、小深田選手のみって考えると、3倍の確率、しかも4分の1の確率で、1年目300打席以上立つ。これって相当高い確率だと思うんだよね。ドラフトの4、5、6位って、バリバリの即戦力っていうよりは、数年後に活躍してくれたらなって選手が多いんだけど、その中で社会人取ってくると、中野選手であったり、上川端選手のように、1年目から二遊間で活躍してくれる選手も結構いるんですよね。で、また歴代で見てもね、DNA 宮崎選手、カープの西川選手、塩見選手、杉本選手、大島選手、清田選手と、大当たりも結構多いんですよね。いやー、これはね、調べてて、かなり驚きでした。多少ね、戦力になったとしても、上位と同じくらいになるとは正直思ってなかったよね。ほんとなんでこんなにさ、社会人の下位から当たりの人多いんだろうって思ったら、結構尖ったものはあるんだけど、総合力だと評価されてないタイプ、そういう選手がね、活躍することが多かったんですよ。例えばね、上川端選手、中野選手、彼らの場合は、とにかく守備面ではプロでも通用しますよと高かったんですよね、評価が。ただ打撃がね、社会人でも2割7分0本、2割5分9厘2本と、プロで通用しないだろうなっていう風に思われてた。でも、1年目からね、バリバリ、打率も残してスタメン取ったくらいですから、結構ね、この意外と守備型の選手、うまくいきがちってのは一つありますね。そして、打撃型の選手も結構いまして、宮崎選手であったり、西川選手。彼らの場合は、打撃の能力は、評価高い。でも、守備力と、あと身長がどうなのかってとこで、ちょっと敬遠されるタイプだったんですよね。なんか、素人考えだと、打ってんだったら取ればいいじゃんって思いがちなんすけど、プロだと結構ね、体格の大きい人、身長が高い、身体能力が高い、そういう伸びしろをしっかり見て指名すること多いんで、そこでちょっとね、外れたのかなと。あとはシンプルに年齢ってのも大きいのかな。大卒社会人だと24歳なんで、これなんかやっぱ即で来るか、あと育成数年かかると大変なんで、プロの目線からしても、24歳以上の社会人選手を下位で取るってのはね、結構抵抗があることなように思うんだよね。
だからこそ、一押しの、どうしてもね、彼は下位でもいいから取っておきたい、将来期待できるんだっていう、そういう選手がね、隠し玉的にいることが多い気がして、例えば、ホームランを取ったオリックスの杉本選手、首位打者宮崎選手のような、もう打撃三冠取るような選手もいるんで、むしろね、もう推しのチームが社会人の下位で野手を取ったら、これはもうお得というか、かなりね、高く期待していいかなと思います。ということで、かなりね、ディープというか、ニッチすぎるお題だったんですけど、こんな風にね、結構オリジナル性の高い野球動画上げてるんで、これいいなって思った方は、ぜひね、登録してくれたら、他にもね、楽しい動画いっぱいありますんで、よかったらよろしくお願いします。コメントとかもね、大歓迎です。